今日は枝豆チーズ焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、枝豆チーズ焼きを作っていきたいと思います。材料はですね、チーズと枝豆だけなのですごく簡単です。さらにですね、今回はその他に2種類アレンジレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍枝豆、スライスチーズ、しらす、コーン、黒胡椒。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まず枝豆なんですが、こちら冷凍のものを使用していきます。鞘に入っているものを使用していきますが、剥いてあるものが冷凍されているものもありますので、もしね、鞘から取り出すのが面倒な時は、剥き枝豆を使っていただくといいかなと思います。そしてチーズですね。こちらはスライスチーズを使うようにしてください。あとはですね、今回枝豆だけのものと、枝豆としらすのもの、あとは枝豆とコーンのもの、こちらの3種類作っていきたいと思います。こちらはね、お好みでやってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにこのね、冷凍の枝豆を解凍させます。こちら一度お水に浸します。そしてこのまま3分ほど置いておいてください。こちら電子レンジで解凍する方法や、あとは自然解凍でも大丈夫です。やりやすい方法で解凍させてください。はい、3分経ちました。そしたら一度ザルにあけてください。はい、そしたらですね、鞘からね、豆を出していきます。今回豆を出した状態でトータルで 100g ほど使っていきます。こちらは目安にしてみてください。なのでちょっと計量しながらね、やっていきたいと思います。このまま鞘からね、豆を取り出して、もし手間じゃなければこちら薄皮も剥いてみてください。仕上がった時に薄皮がついてると少しね、シワが寄るので今回取り外していきますが、気にならない場合はね、このように鞘からね、豆を取り出すだけで OK です。こちらはお好みでやってみてください。今回私はね、薄皮も取り除いていきます。これ結構ね、手間がかかるので、こちらはお好みでやってみてください。これでトータルで 100g 出していきます。先ほどもね、お伝えしましたが、すでにね、この剥いた状態でね、冷凍してあるのも売ってますので、そちらを活用していただくとより時短になると思います。それではね、外していきます。はい、100g ね、剥き終わりました。そしたらこちらを今から3つに分けます。まず 50g ですね。これはね、大体で OK です。まず 50g。あとはね、25g ずつですね。残りのね、枝豆を半分にしてください。はい、このように3つに分けてください。それではね、焼いていきます。今回ですね、スライスチーズを2枚分使っていくので、卵焼きがちょうどいい大きさなので、こちらを使っていきます。こちらは普通のね、丸いフライパンを使っていただいても OK です。そしたらまずここにね、スライスチーズを置きます。まだ火にかけない状態です。ちょっとね、重なっちゃっても大丈夫です。そしたらここに枝豆を乗せましょう。はい、こんな感じでのせてください。続いてここに黒胡椒ですね。この黒胡椒はお子様が召し上がるときはね、抜いていただいてもいいかなと思います。そしたら火にかけます。火加減弱火です。このままチーズが溶けて焼き色がつくまで焼いてください。はい、今ね、このようにクツクツ広がってきました。このまま縁の部分がちょっと茶色くなるぐらいですね。そのぐらいまで焼いていきます。はい、いい感じに焼き色がつきました。そしたらですね、火を止めます。そしてこのようにちょっとね、縁の部分を剥がしてください。はい、こんな感じです。それではね、まな板の上に出したいと思います。やけどしないようにね、注意してください。この底の部分をまず剥がして、そしてスライドさせましょう。よいしょ。そしたらあとはね、こちらを4等分にします。お好みの大きさにね、切っていただいて OK です。冷めるとね、もっとパリッとした状態になってきます。枝豆バージョンはこれで完成です。それでは続いて枝豆&しらすバージョンを作っていきます。こちらも同様にフライパンにチーズをのせます。続いてここにまず枝豆、そしてあとはしらすをのせます。
はい、このようにお好みで乗せてみてください。そしたら火にかけます。また火加減弱火です。このままチーズが溶けて焼き色がつくまで同じように焼いていきます。1分ぐらいするとね、このようにふつふつしてくると思います。はい、今ねだいたい3分ほど経ちました。これで底の部分だったり、あとは縁の部分に焼き色がつけば OK です。そしたらこちらもですね、まずヘラで剥がして、そしてまな板に移します。あとはこちらを食べやすい大きさに切ってください。枝豆しらすバージョンはこれで完成です。このまま冷ましてください。それでは最後、枝豆&コーンバージョンです。こちらも同様にスライスチーズを置きます。そして枝豆をまず乗せてください。全体にまず枝豆を適当に広げます。続いてここにトウモロコシですね、コーンを乗せてください。はい、 OK です。そしたら火にかけます。火加減弱火です。また同じようにね焼いてください。ちなみに火加減はこのぐらいの弱火です。はい、こちらもねいい感じに焼き色がつきました。だいたい3分ぐらいですね。そのぐらいを目安に焼いてみてください。そしたら火を止めて縁をちょっと剥がしてください。そしたらねまな板の上に出しましょう。そして食べやすい大きさに切ってください。枝豆コーンバージョンはこれで完成です。はい、これで枝豆チーズ焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちら手前が枝豆だけバージョンですね。そしてこちらがしらすバージョン、そしてこちらがコーンバージョンです。どれもねとても香ばしくて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずねプレーンタイプの枝豆と黒胡椒のものからいただきたいと思います。いただきます。もうねカリカリですごく美味しいです。もうおつまみには最高ですね。では続いてしらす味もいただきます。しらすの塩気が加わってすごく美味しいです。では続いてコーン味もいただきます。こちらはねコーンの甘みが効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の枝豆チーズ焼きのポイントです。まずですね、枝豆に関しましては今回はさやに入った冷凍のものを使用してます。こちら使う時はお好みの解凍方法で解凍してください。そしてお豆を出す時なんですが、今回ね薄皮も剥いてます。ただこの薄皮に関しましては剥かずにそのまま作っていただいてももちろん OK です。剥いていただくと枝豆の表面にねシワが寄らないので綺麗な仕上がりになるのと、あと食べた時にね口に残らないので、もし気になる場合は剥いてください。ただ結構大変な作業なのでやんなくてもねいいかなと思います。そして今回はですねしらすとコーンバージョン、こちらの2つもご紹介しました。ちょっとねトッピングを変えるだけでまた味わいも変わりますので、ぜひこちらもやってみてください。そして焼く時のポイントです。今回私はね卵焼き器を使って作りましたが、こちらもね丸いフライパンでももちろん OK です。そしてスライスチーズね2枚分で作ってますが、こちらもねお好みの量を作っていただいて OK です。そして焼く時のポイントです。まずはじめにフライパンにチーズを置いて、そしてその上に枝豆を置いて、それから火にかけるようにしてください。そして火にかけたら火加減は弱火でそのままじっくり焼き色がつくまで焼いてください。だいたい3分ぐらいでね焼き色がついてくると思います。そして焼き色がついたらフライパンから剥がして、そしてまな板の上に置いて食べやすい大きさに切って召し上がってください。もしね時間が経ってちょっとねふにゃっとしてきてしまった場合は、少し電子レンジで加熱してみてください。そうするとね水分が飛んでカリッとなりやすくなります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は枝豆チーズ焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。